はい、こんにちは。今回はベルセルクの中でも最大級の謎、幻の83話、深淵の神について考察していこうと思います。あの存在の意味は何なのか、単行本では削除されたのはなぜか、しっかり深掘っていきます。それでは行ってみましょう。まずはベルセルクの世界の成り立ちから話していきます。ベルセルクは中世ヨーロッパのような世界観で描かれていますが、そういった普通の人間世界をうつよと言います。そしてシールケの言うように、うつよは少なくとも他の2つの世界と重なり合っている。一つは閣僚、俗に言う霊、アストラルの世界。もう一つは存在の根源である魂、イデアの世界です。閣僚はガッツたちを襲う使徒や悪霊、エルフやトロールなど、いわゆるこの世ならざる者たちの跋扈している世界です。人間が暮らすうつよは、この閣僚と現時点では情報のほとんどないイデアからの干渉を受けながら存在しているということ。また、うつよと閣僚の間には、両方をまたぐ狭間という世界が存在し、生贄の烙印を押されたガッツとキャスカは、この狭間の世界に存在しています。さて、閣僚についてはある程度の説明がなされていますが、イデアについては謎に包まれています。フローラの説明で、さらなる深みには人が自らのカルマによって至る領域。あまり深く潜ると帰れなくなるので、生きたままそこに行った者はいないけれど、さらにその先、深淵にはもしかしたら。これが幻の83話、深淵の神を匂わせる発言ですね。では、イデアイコール深淵の神と判断していいのでしょうか。さて、それではいよいよ本題について考察していきましょう。まずは簡単に要約していきます。鷹の団全員を生贄に捧げることを決断したグリフィスは、ゴッドハンド転生のための魔世に入った後、闇の思念のるつぼの深淵に至り、神との会合を果たします。人間の心はその底の部分で個人を超えた共有する意識領域を持っていて、人間の種としての全体意識の暗黒面が闇の思念のるつぼということ。深淵の神はこの中から自我を持った存在として生まれます。神が生まれた理由は、人々が生きる中で生まれる苦しみに理由を求めたことによります。疫病、飢餓、戦争、憎悪、嫉妬、ありとあらゆるどうにもならない苦しみはどこから来るのか。それはなぜ起こるのか。そこに絶対者たる神の存在を想定することで、人間はあらゆる苦しみに対して神の定めた運命という気持ちの落としどころを作ることができる。現存する宗教の中にもこのような経緯で神が生み出されたことがあったことでしょう。深淵の神もまたそのようにして生まれ、闇の思念のるつぼの中で実体化した。つまり神は人間の共有意識の中に存在しているということです。誰の心の中にも存在していて、その神と全人類がつながっているということですね。そして彼は人がそう求めたように運命を司る。グリフィスがゴッドハンドになるところまでたどり着くように運命を操作し、今までのあらゆる歴史が神によってフェムと転生のために演出されていたということですね。そんな神がゴッドハンドに対して求めること。それは望むままを行うこと。これは他の人に対しても同様のルールが設けられていますね。他のゴッドハンドたちが何を望んでいるのかは今のところはっきりわかりませんが、グリフィスは翼をと神に求めます。これが闇の翼の通り名につながってきますし、屍をもっともっと積み上げなければ届かない、遥か高いところにあるグリフィスの夢に対し、最短で到達するための手段という意味でも翼というのは妥当に思えます。そしてグリフィスは闇の翼フェムトに転生する。さて、ではなぜ83話は単行本未収録となってしまったのでしょうか。理由としては2パターン考えられます。1、物語の本質を言い過ぎているため、今後のストーリーのネタバレ防止としてお蔵入りにした。2、物語の設定上矛盾が生じるためお蔵入りにした。一つずつ解説していきます。1の場合の考察、つまりこの83話が物語のかなり本質をついた回であると言えます。飢餓、貧困、病、死、怒り、憎悪、嫉妬、悲嘆。それらの感情のうねりから人間の苦しみの理由に応える形で自我を持った深淵の神。人間の運命は人間の意識の暗黒面の核である深淵の神が司り、深淵の神はゴッドハンドや1000年に一度の受肉者を媒介にして世界の因果をコントロールする。しか
かし食の後の展開を考えれば、この因果のコントロールも完全とは言えないのではないか。深淵の神にもコントロールしきれないこともあるのではないかと考えています。そもそも人間の共有意識の深層に存在している神ですから、神は人間の一部ということになり、同時に全人類は神の一部ということ。因果をコントロールしているのが人間の共有意識の暗黒面の核ということですから、人間がコントロールしているということもできる。であれば、それが不完全だったとしても何ら矛盾はありません。食の場からガッツとキャスカをグリフィスが逃がしたということ。このシーンではやはりグリフィスは自分の感情からガッツとキャスカを殺せなかったのではないかと僕は推測していて、ここで2人を殺害していれば2人の子供がグリフィス受肉の際のよりしろになることはありませんでした。おそらくよりしろになるのはガッツとキャスカの子でなくてもよかったんじゃないかと思うんです。しかし2人の子をよりしろにすることによって満月の夜のみグリフィスはゴッドハンドらしからぬ人間的な感情に浸ることになる。これはゴッドハンドとして不完全であると以前考察しました。深淵の神に望むままを行えと言われ、そのようにしたグリフィスですが、この状況は因果のコントロールからは外れているように見える。深淵の神の因果のコントロールが必ずしも完全でないと想定すると、因果の得意点を作る原因というのは愛情とか人間のポジティブな感情に関わっているように思えます。ガッツを殺しきれないグリフィスのガッツに対する愛情。受肉のよりしろになった赤子はガッツとキャスカの愛し合った結果ですし、ドクロの騎士が亡者として復活を遂げたのも桜の姫巫女へのドクロの騎士の思いやフローラの思いが関わっています。ここから想像できる未来はドクロの騎士の呼び水の剣によって深淵にまで到達できる可能性があるので、人間の暗黒面の核であり因果を司る大元である深淵の神を何かしらの方法で葬り、暗黒時代の因果を断つということ。つまりこの物語の真の悪役は人間の共有意識の暗黒面そのものであるということになります。ゴッドハンドが深淵の神の使いであるなら同時に消滅するでしょうから、ドクロの騎士の復讐心も果たされる結果となります。2の場合、設定上矛盾が起きるためお蔵入りになった場合の理由を考察していきます。1の考察が正しかった場合、起きる矛盾点を挙げると、スランが後に人はこの時代をこう呼ぶでしょう。暗黒時代というセリフを残していますが、そもそも人の暗黒面が神を作っているのだから、その神が因果をコントロールしているのなら常に暗黒時代ではないでしょうか。しかし実際は5人目のゴッドハンドが転生した後の時代を指して暗黒時代と名付けています。フェムトの転生以前が暗黒時代ではないのなら、例えば深淵の神ではない神もいるのではないか。深淵の神と他の神とのエネルギーバランスの違いによって暗黒時代に入っていくというような。人の共有意識の一側面でしかない暗黒面が自我を持つ神を生むのであれば、輝かしい部分、愛すべき部分の神もいて叱るべきではないか。光のゴッドハンドとか。実際その後の連載の中でそういう表現はされていないし、三浦先生がそのような単純な善悪二元論を好むとも思えません。つまり人間の暗黒面が核となる自我をなし、神になり因果をコントロールしているという設定は、その後のベルセルクの展開を考えると設定上矛盾があるようにも感じます。大遊解消後、ファルコニアではあまりに性的なグリフィスと俗の世界、つまり人間の生活の世界と邪悪なマンマデンが同じ空間に存在している様が描かれています。ここを見ると暗黒というよりもひたすら混沌とした世界が表現されている。人間とそれと敵対する関係だった人が協力して戦う。これは暗黒面と輝かしい部分の二元論ではなく、それらが入り混じる描写であり、善悪の区別を誘拐させる描写です。聖なるものも魔も俗である人間も全てが入り乱れて戦う。ベルセルクの連載上見たこともなかったカオスが展開されています。人間の暗黒面が形を成した深淵の神のシナリオに沿った展開であると考えると、少々複雑すぎるように思えるんですよね。この状況を暗黒時代と呼ぶのも違和感があります。もしかすると三浦先生は深淵の神の人の共有意識の暗黒面から生まれたという描写を変えたかったのではないか。つまり83話は単純にボツという仮説も考えられます。この場合、この世界の成り立ちの存在の根源である魂、イデアは深淵の神ではないということになります。つまり、イデアがどんなものなのかはまだ全く明らかにされていないということですね。呼び水の剣がここに関わってきそうだというところまではなんとなく想像できますが。今回はこの世界の成り立ちと幻の83話、深淵の神が単行本未収録となった理由について2つのパターンに分けて考えてみました。
皆さんはどう思いますか？最近ありがたいことにコメントの数も増え、ちょっと返事しきれなくなってますが、コメントの一つ一つちゃんと読んでますので、これからもどしどしお願いします。今回の考察に関しても、もっと他の可能性などあれば教えていただけたら幸いです。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。